おはようございます。皆さん、今日もあさここライブは始まりましたよ。起きらー、起きろ起きてくださいね。皆さんの大嫌いな月曜日が始まっちゃいましたけど、でも起きないとね、始まんないですしね。月曜日って不快ですけど、意外と乗り越えてみたらね、火水ぐらいをね噛み締めていければなんとかなるもんよ。というわけで皆さん、今日もあさここライブの時間がやってきましたからね。今日は一体どんな情報が入ってきているのでしょうか。見てみましょうか。失礼いたしました。謎のキャレンダーがね、ちょっと表示されて失礼しました。ちょっとね、なんかね、スタジオ移動に失敗してしまいました。そういうわけで今日もね、頭の上でこのようにガタガタ騒いでいらっしゃるのが本日の視聴者コメンテーターの皆さんです。おはようございます。ガタガタ言ってますね。めちゃめちゃガタガタ言ってますね。今日も朝からね元気だということでガタガタ言うことも許しましょうか。それではね、今日もねいきなりちょっとね言いたいことがいっぱいあるみたいなんですよね。ちょっと皆さん、こちらですね、いきなりクソザコ速報が入っているようですね。なんとこちら先日あまねかなた氏の配信にて行われましたこちらの何人騙せる逆突ドッキリなどというね、こちらの配信での出来事、これねちょっと皆さん見ましたかね。見た地獄コラボ。いきなりのクソザコ残念。もういきなりクソザコ来ちゃうのはもう仕方ないっすよ。こちらの企画ね、一体何なのかと言いますと、見てない人のために説明をしますと、このね PP トリオ、私たちあまねかなた、桐生ココ、そして角巻わため、この3人の中から偽物をね逆突をしまして、パイセン型にね逆突を電話をかけて、で私たち3人の中で偽物を探してくださいね。そんでただしそれが正解でしたら欲しいものをあげますよっていうあまねかなたがね自腹でで間違えたら罰ゲームっていうね感じだったんですけども、これでね何が起こったかと言いますと、この3人でねいろんな先輩に順番にかけていきましたが、初段から企画倒れ、残り時間すべて生き地獄に。いやこれはちょっとね地獄でしたね。あまりにもなんというかね、そもそも何人騙せる偽物がいますっていう時点でね、この3人でしょ。まずあまねかなたの企画ですから、あまねかなたはいますよね。そんで桐生ココなんか別に何のモノマネもできないから桐生ココいますよね。もうわためぐらいしか偽物いねえだろ。なんていうかもう最初からちょっとね、もう最初からそもそもなんで私が呼ばれたのかわからなかったんですけど、これに対し桐生聖子氏はなぜ呼ばれたのかわからない地獄の極み。やっぱねもう最初からほぼ倒れてる企画だったんですね。きつかったねこれ。皆さんの意見は地獄の面白さ、ルシア面白かった。ルシアパイセンね、本当になくせRest in Peace PPT、 ちょっと PPT がね Rest in Peace ということでもう墓に入っているような感じになっていますが、これねちょっとあまりにも地獄だったんですね。ちょっとね私は最大の被害者などと言われていましたが、被害者ですよね。ほんといい加減にしてほしいということですけど、地獄作成者の本人はね罰ゲームで自腹100億以上になってるんで、
まあ許したるかなという感じですね。見てない人はね、よかったら見ていてくださいね。あれね、あまねかなたしのチャンネルで行われた配信でございます。結局ね、バレバレだったんで、ジャンボ飛行機、ディズニーチケットなどね、このようにファンの方がね、出してくれましたんで、結果をね、かなた、100億以上の支払いになってますから、頑張って、払ってね、そうね、頑張っていただきたいと思います。地獄を開催したんだから、仕方ないですよね。ここでですね、まだクソザコは続くんですね。先ほどちらっと名前も上がりました。なんとですね、これルシアパイセン、なんとルシアパイセンですね。ちょっと本日ですね、クソザコとして突っ込ませていただきたいと思うのですが、こちらルシアパイセンね、新衣装で登場。緑色のね、髪の毛からこんなにね、全然変わってしまって、ちょっと可愛く、かなりね、メンヘラ感を私マシマシだと思って最高だと思ってるんですけど、このね、ルシアパイセンのこれ新衣装姿ですね。こちらの企画の中で、なんとルシアパイセン船長とともに逆突をされたのですが、なんと仲間である船長偽物と疑ってしまったんですね。これちょっとクソザコですよね。さすがにこれはクソザコなのではないでしょうかね。これ明らかにね、もうめちゃくちゃな3人がいるのにもかかわらず、ちょっと船長にまでね疑いが及んでしまうのは、これも疑われる船長もクソザコだとは思いますけどね。実はね、ちょっとこれだけじゃないんですよ。実はですね、ちょっとこの企画とは関係ないんですけど、こちらのウルハールシアパイセン、なんとですね、こちらコントロール V で貼り付けというのをね、未だに覚えられていないというクソザコがあるんですね。こちら Windows のパソコンを使っている人ならば、誰でも知ってるね、コントロールと V を押せばね貼り付け、コントロールと C を押せばコピペですね。このコピペがね、未だに覚えられていないということがね、実はあるんですよ。なんで今そんなこと言うんですかって思うかもしれないんですけど、こちら皆さんちょっと一回これ見てみてもらってもいいですかね。なんかさ、右押してもさ、コピペできないんだけど、これどうやってコピーするの？コピーができない？コピーできたんだけどね、黒いところにね、貼ることがね、できなくて。コントロールと B を一緒に押してみてください。紙パソコンの初歩的な、あれですね。B？ あと B？ それ、V をして貼り付けできましたか？コントロールと B？ V ですね、V。V か！できたー！すごいココちゃん！わび石すごすぎるんですけどね、やばいね、これね。わび石がやばいね。やべえ、ココちゃん、コピーの貼り付けでどこだったっけ？コントロール C でコピーしまして、コントロールの V ですね。V でちょっとルシアパイセンからわび石が大量にしてこんなに降ってくることあるんですかね。これ V ですね。コントロール V で貼り付けができます。コントローラー V。おい、神だね、ココちゃん。やべえな。これ以前もね。こんな感じでね、2回にわたってコントロール V がね使えていないという姿を皆さん見えましたよね。しっかり目に刻んだと思ったんですけど、実はですね、昨晩またですね貼り付けができないと困り果てていたんですね。ちょうど数時間前ですね。数時間前にもね、またちょっと貼り付けがまたできないんですよと、全く同じシチュエーションでね、困り果てていたんですよね。これはさすがにちょっとクソザコをさせていただいてもよろしいのではないでしょうか。こちらですね、昨日ね、ディスコードで深夜に、アルクの件についてね、ちょっと、ルシアパイセンと話していたんですけども、この際にですね、
まずちょっとこれを使ってくださいねっていういろいろね渡したんですけども、これをコピーしてちょっと貼り付けられないってまたまあねちょっと困ってしまっていたんですね。しかもですねこれね、私その困っている貼り付けのやり方って書いてあるねディスコードをねもうここにちょっと晒したろうと思ったんですが、この記事にしようと思った段階でですそれがなくなってたんですよ。つまりですね、まあちょっと恥ずかしかったのか貼り付けできませんでしたっていうメッセージ消去してるんですよ。これ後ほどねこのね本当はですねこちらの黄色のこれが入ってるところにねペーストってどうやってやるんだっけっていうのが入ってたんですよね。ちょっと隠蔽しているという姿があるんですね。これに対し有識者はかわいい一生覚えないですし、もうね隠滅されてますから、おそらくもうまたあるでしょう。またきっと起こるでしょう、同じことが。皆さんの意見はかわいい、ぐしゃ、ほんとそれ、かわいいは正義、確かに、OBS も覚えないで OK。 ちょっと OBS の操作もね絶妙に覚えていないのではないかという疑惑もありますが、会長殺されたな。これ私消されるんですか？マジですよこれ。ちょっとメンヘラやばいですね、殺されました。次行きましょうか。次まずいっすよ。それでは皆さん速報が入ってますよ。なんとこちら6月の19日に公式から謎の発表があったということは皆さん分かっていますよね。これ皆さん見ましたか？公式からホロライブ4期生に何か起こる6月19日発表がありましたね。これ一体何なんですかね、これ気になりますね。しかしながらこちらの画像何かが起こるなどとねちょっと匂わせているにもかかわらず、このねシルエットがね既視感があると話題になってしまったようですね。やっと公式がね私たちの身長差をね私の頭がねみんなと同じところにあるというねひどい格好をねするのをやめたと思ったらまさにこれですよ。また同じ格好をさせられちゃいましたよ。ちょっとみんなで撮影した時にね桐生シーコさん次はこの格好にお願いしますってまたみんなと頭の位置合わせなきゃいけないのって私わざわざね頑張ってこの格好したんですけどね、もう足のとこまで乗せやがって全くもうふざけてますよね全く。これだから公式は闇組織って言われるんですよ。というわけでねこのようにねちょっと既視感があるって若干話題になりましたけど、とりあえず何の発表がありましたか説明を読んでみましょうか。女性 VTuber グループホロライブにおいて本日ホロライブ4期生の重大告知を毎週実施することをお知らせいたします。初報は6月24日水曜日に公開を予定しております。うんこもりもりとか言うんじゃないバカ野郎。予定しておりますのでぜひお楽しみください。これについてちょっとね桐生シーコ氏が言いたいことがあるようですね。初報は6月24日水曜日？いや明日だよバカ野郎。公式言ってた話と違うよ。言ってた話と違うよ。発表明日だよ明日。水曜日じゃないよ明日だよ。まったくそういう大事なとこ間違えないでいただきたい。明後日じゃないよ明日だよ明日。重大発表明日ねあるんですよ。というわけでなんと桐生ココ氏明日重大告知あり。重大な告知が明日行われるようですね。これ一体何が起こるのでしょうか。非常に皆さん気になりませんかね。気になっちゃいますね。みんな皆さんの意見はわためもよう笑ったらねわためひどくない公式
え明日だよね、明日。全く結局どっち？明日です、明日です。間違えてるのは公式です。トップバッター頑張れ、ありがとうわため。というわけでね、私からは明日発表させてもらいます。つまり23日ですね。24水曜日ではない火曜日に発表させていただきますね。つまり公式落ち着いて、もう公式、まあね、まあ今まで通りだったら確かにね、まあ水曜日発表っていうの多かったからね、まあそうかもしれないもんね。まあねえ、トップバッターはネタバレになる？ならないんじゃないですかね。別に言ってないですしね。まあこれはね、完全に公式がクソ雑魚なのではないでしょうか。一体何が行われるのかちょっとね、気になるな。よくわかんないけど気になっちゃうな。一体何なんですかね。まあよくわかんないですけど、なんか発表があるらしいんで、皆さんぜひ明日ね、よくわかんないけど、なんか27日予定開けてる人いますね。とりあえずね、皆さんぜひ楽しみにしていただければと思います。それでは次のね、ちょっと次の話題に行きましょうか。やばいね。やばいね。なんとクソザコ速報です。なんとですね、こちら皆さん、かなた氏がですね、私の誕生日に旅行券を送ってくれましたのは皆さんご存知だと思うんですけども、これね、旅行券を私誕生日6月17の日に送ってくれたんですよ。とても嬉しい、ありがとうかなたんなんですけどもね、これね、誕生日のこの旅行券を送ってくれましてね、以降のマウントがね、うざすぎるとね、話題になっているようなんですね。これうざいね、これマウントがうざすぎるんですよ。皆さんね、こちらをご覧ください。これカナダ氏から来たディスコードですね。1月あたりにおごった4000円ランチ、この間ランチで2000円ぐらい払ってもらったから、あと2000円だけど、細けよ、もういちいちそんな覚えてないよいらないぜ、もういちいち細かい上にね、いらないぜ。自分でね、計算してんのにね、自分でめちゃめちゃ計算して1月あたりとも覚えてもいないのにね、そんなこと言っていらないぜ。気にしてんのか気にしてないのか分かんないぜ。もう一回言ってくるから、いらないぜ。うざーな、これうっとうしいな。これ2000円2000円スパチャやめてよ。マウントしてくるで、これ2回言うのもうざいですね。これね、もう旅行なんておごってもらったらね、これ皆さん分かります？もう2000円で私こんなにマウントされてるんですよ。うざいマウント。大事なことなので2回言われてますしね。こんなのね、旅行なんておごってもらったらね、もう一生マウントされますよ。もうこれうざいよ、みんな。これね、ペイペイマウントがね、あまりにもうざいということで、これさすがにこれはクソ雑魚というかクソうざなのではないでしょうか。なかなか旅行をおごってくれる人はいないよね。まあ僕はおごるけどね。うるせえよいらないぜじゃないよ、全く。これちょっとひどいよね、これ皆さんの意見は生涯マウント、生涯マウント取られるよ。2000円でこんだけマウント取るんですから。56円のマウント取ってた女ですからね余計な一言いらないでうるさいよタンプレでマウントは草、これはうざい草、常にマウント、サス PPT、 いやサス PPT じゃないよ、これうざいよ。これに対して桐生ココはケイシが男性だったら友達に LINE さらされてバズってる。これたまにいません？友達にこいつうざって言って LINE とかね、さらされてバズってる人。もうカナタ男性だったらね、もう友達に LINE さらされてバズってんだよまあね、女の子だからね、女の子でもバズってますけど、男性じゃなくてもバズってるわ。これよく考えたらこれ全然男性とか関係ないわ普通に女子同士の友達でもバズるわそう、これ最初ね、友達のところを彼女にしてたんですよ
ケイシが男性だったら彼女に LINE さらされてバズってるっていうのにしたので男性ってしたんですけど、これ後からね記事よく見て考えて、これ彼女じゃなくてもバズってんなと思って、友達に変えたらねちょっと男性だけ残っちゃったこれに対し有識者は、マウント癖さえなければ無敵なのにねえ、マウント癖さえなければねもう無敵彼氏なのに、というわけで本日皆さんに覚えていただきたい英語は、黙ってさえいられれば。皆さんねなんとかでさえあればって思ったことってありません？こんな風にねなんとかでさえみたいな表現は実はねこのようにOnly if she could shut her mouth、 このようにね皆さんこれぜひ覚えてください。 Only if というのがね、この Only if がなんとかでさえいられれば、なんとかでさえなければ、なんとかでさえいられればの Only if なんですね。これはなんとかでさえというのがこちらになります。そして、この何でさえかっていうのをここの後で説明するんですね。何度も言いますが、英語はね彼女がとか彼がとかあの人がという言葉が入らないと言葉が成立しません。日本語はね彼女を黙ってさえられればとかいちいち言わないでもね相手のことだって文脈で分かりますけどね。ブーメラン？何？黙ってさえいれば会長ガチ恋？うるさいよ、かなたのこと言ってんだよ今。Only if なんとかでさえ、つまり彼女が could できるですね。could はできる。shut her mouth、 これはね黙れの別の言い方なんですよ。黙れはねもちろんこの間もね以前に説明したshut up という表現がね黙れ、この表現でよく使えますけど口を閉じてろっていう言い方もありますよね。でも口さえ閉じてれば可愛いのによっていうのと、てめえ、黙ってさえいれば可愛いのによって同じですけど、ちょっと口さえ閉じてればってちょっともっとなんか深い言い方になりません？深い。なのでね口さえ閉じてればこの言い方にあえてさせていただきました。私の口が開いてる？うるさいよ。なのでシャット、これは閉じるですね。シャッターってあるでしょ。皆さんの家の窓にシャッターついてません？これねシャッター、ここから来てます。閉じるという言葉から来てますね。これが閉じる。そしてこちらがher mouth、 彼女の口。もちろんここでまた彼女のって mouth ってあったら shut the mouth だったらね誰のってなっちゃうんですよ。誰のかを必ず書く、それが英語ですね。ですからこれで彼女がonly if、 これはねなんとかでさえ、日本語ではちょっと後に使いますから、口を閉じることさえ彼女が could できる、できればということになって only if she could shut her mouth、 これで黙ってさえ彼女がね彼女がいられればという言い方になります。それならね皆さん本日もねいろいろ学んじゃって、今日の天気を最後に見ていただきましてお別れにしましょう。この中に天気が隠れています。もうついにねクイズにしちゃいましたよ。もう天気伝える気ゼロというわけで、皆さん本日の天気はこういうわけで見てくれて今日もありがとうございました。それでは皆さんおはようございました。そう、本日のARKサーバーのパスワードは06273D 06273D ということになりますね。皆さんよかったらARKのサーバーでも遊んでください。それでは皆さんおはようございました。
プのあさここキャベツの運動ですね。 FUCKFE パッピーやパーピーやバルあれ半分も死んでんで、これはクソザコ、そういうことですね。さあ西成だけさあ